どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした60センチ成果石山岳レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は、概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。今回はその60センチ水槽がいろいろと大変なことになっているのでお話ししていきます。それでは早速、さらっとおさらいから。レイアウトは結構好きな感じにできたこの水槽なんですが、度重なるスネール駆除によって植栽しているニューラージパールグラスがダメージを受け、どんどんと状態を落としていってました。そこからソイル流出防止や苔の発生などの問題が出つつ、とりあえず苔問題を解決するために台湾ヤマトヌマエビを導入したところまでが前回のお話です。レイアウトは結構迫力が出て気に入っている水槽なんですが、スネール駆除の薬剤投与のせいでニューラージパールグラスの調子が全然上がらないんですよね。正直スネール駆除の薬剤を入れてなければ結果はまた違ってたのではと思ってます。まあ薬は作用もあれば副作用もあるわけで、どちらのメリットを取るか天秤にかけた結果、水槽内のゴキブリことスネールくんたちには退場してもらったわけです。この水槽単体だけで見れば別に共存することもできたんですが、水替えのたびにスネールが行き来する可能性にビクビクするのも嫌だったので、すべての水槽に薬剤投与を行いました。いろいろ弊害はありましたが、やはりスネールがいないことによる精神的快適度は半端なく、薬剤投与の尻拭いをしながらもやってよかったと思います。そんな薬剤によるデメリットをもろに受けているこの水槽、果たしてどうなるのでしょうか。というわけで、台湾ヤマトヌマエビを投入してしばらくしての映像がこちら。前回に比べてだいぶニューラージュパールグラスの色も良くなってきました。苔が水草にまとわりつくとそれだけで光合成が阻害されますし、ここから上向きになるのではないでしょうか。ただこれにはいろんな問題がつきまとっております。一つはカージナルテトラをサテライト内に避難させておかないとエビたちが働いてくれないことです。ヤマトヌマエビと違い、全体的に小型な台湾ヤマトヌマエビは自分の内で2年以上すくすくと育ったカージナルテトラたちに恐れおののき全く顔を出してくれないんですよね。この苔取り成果が出たのもカージナルテトラを避難させておいた結果であって、共存するためにはどうすればいいかというのが課題です。もう一つはご覧の通りソイル漏れです。数が多いのもありますが、台湾ヤマトは体が小さい分隙間に入っていきやすく、どんどん傾斜を崩していってくれます。毎回このソイルが山積しているのを見るのは気がめいりますが、苔を駆逐するにはやむを得ない選択です。というわけで、まずはソイル流出に対して策を講じていきます。これはいつも水替えの時に使用しているんですが、園芸用のホースでソイルごと吸い込んでます。毎回面倒ではあるんですが、実際にやってみると気持ちいいんですよね。だるいけどやると楽しいみたいな心のせめぎ合いがよく起こってます。続いてある程度水を抜いたら、なだれたソイルが作った穴を補修していきます。いつものウールマットですね。これだいぶ前から定期的にやってるんですが、一向になだれが収まる気配がありません。正直やって意味があるかといえば、つけ焼き場程度の意味しかないと思っているんですが、やらずにはいられない。最近は入れ方もだいぶ大胆になってきており、親の仇のごとくぎゅうぎゅうに詰め込んでます。この戦いは詰めていたウールマットがなだれるソイルに変わって下に降りていき、最終的に穴を塞ぐまで続きます。補修した部分はこんな感じ。すでにそこにニューラージュパールグラスはなく、隣接している葉もどんどん浮いています。雪崩はソイルの回収も大変なんですが、せっかく根を張った水草を浮かしてしまうのが一番辛いですね。ちなみにこの水槽に関しては3分の2くらい水を抜いています。大量の成果石から出る硬度成分は相当なものでしょうし、できるだけ軟水にした水を使いたいんですよね。水質検査してないんで本当に硬度が高いかは分かりませんが、そんな感じで水替え終了後の状態がこちら。気持ちがいいですね。
これくらい綺麗になってると水槽を見るのも楽しいです。というわけで水替えから1週間後の状態がこちら。まあ当たり前ですが、いつものようにソイルが降り積もってます。それ以外は割と順調で、ニューラージパールグラスの色も悪くはなってないです。ただ未だに怖くてカージナルテトラは入れられてません。そこから3日後、さすがにずっとサテライトに入れておくのもいけないので、ようやく水槽内にカージナルテトラを戻しました。ちなみにカージナルテトラの状態は良好で、元気がありすぎて困るくらいです。まあ苔もだいぶ取ってくれたし、そろそろええやろって判断した感じ。そこから10日後の状態がこちら。また苔が生えてきました。当たり前ですが、160匹のカージナルテトラを入れている時点で苔が生えるのは必然です。毎回水替えするたびにせっせと苔掃除となだれたソイルを吸う作業を淡々と繰り返すしかありません。ちなみにいつも思うんですが、水槽のレイアウトや水草の状態が悪い時って生態の調子がすこぶるいいんですよね。まあこのカージナルテトラたちに関しては、うちで長年飼育しているおかげで安定感が段違いというのもあるんですが、苔まみれになっている時ほど生態のトラブルは起きません。やはり苔は水質浄化に関してはスペシャリストなんでしょうね。そこから18日経った状態がこちら。だいぶニューラージパールグラスの色が褪せてきましたね。低化石の苔具合に関しては今更驚くほどでもないんですが、やはり恒常的にエビが苔を取ってくれないとニューラージパールグラスは厳しいようです。カージナルテトラも特段襲ってはいないんですが、自分と同じくらい大きな生態がこれだけ泳いでいると、エビもあまり外に出たがらないんでしょうね。本当はカージナルテトラを別水槽に移すか数を減らすか考えたんですが、下手に移動させて生態の調子を落としたくないのでそのまま。そこから1週間経過すると徐々に苔の勢力が増してきました。遠目から見るとあまり変わらないんですが、近くから見るとニューラージパールグラスにつく苔がもやっとしたものに変わってきました。なんというか黒ひげの子分みたいなやつ。これを見るとニューラージパールグラスの成長も止まっていることがわかりますね。そこからさらに1週間後、いい感じに進行していってます。せっかくエビたちがきれいにしてくれた緑色の絨毯がだいぶくすんできました。ただこのニューラージパールグラスにこびりつく苔に関しては、人の手で取ろうとするとニューラージパールグラスが浮いてしまうということもあって手出しができません。とりあえず水替えと最低限の掃除はしつつ、このまま様子を見守ります。そこからさらに1週間後、ここら辺からスピードを増していきます。左手前の土砂崩れゾーンはソイルが定期的に覆いかぶさる、プラス光が届きにくいおかげで苔は目立ってません。ただ光が当たらなすぎてどんどんニューラージパールグラスの状態も悪くなってきてます。ここら辺で遮光とかも考えたんですが、どうせその間にニューラージパールグラスの調子も悪くなるし、数日で苔もまた増えると思うのでやめました。カージナルテトラ避難に関しても苔を取るために毎回サテライトに入れてても仕方ないので諦めてます。続いてそこから2週間後の映像がこちら。だいぶ来てますね。とうとうもやもやした苔が全体を覆い尽くし始めました。ニューラージパールグラスだけでなく石にものっぺりついており、逆にワイルド感が出てきてます。よく熱帯魚の原産地の映像とかでも苔がめっちゃ生えてるんで、これこそ本来あるべき姿なのではないかと、半ば現実逃避的思考に陥っています。この状態になってくると、わざわざガラスパイプだけきれいにしてもしょうがないのでそのままになり、取るのが面倒な芝生状の苔がはびこってきてますね。こうやって水上から見ると、一応ニューラージパールグラスの新芽も出てきているようですが、それよりも苔の進行スピードの方が速いです。続いてさらに2週間後の映像がこちら。水替え後なので壁面は綺麗ですが、水槽内はどちゃくそ汚いです。ただ人間の順能力はすごいもので、毎日この水槽を見ていると、もともとこんなもんだったんじゃと思い始めてきています。
多くのカージナルテトラたちは苔にまみれた水槽で元気に泳いでいますし、俺のどこがいけないんだろうと自問自答の日々です。レイアウト水槽としては大失格ですけど。そこから2週間後、ついに長さの短い青み泥まで出てきました。もはやニューラージュパールグラスを植えていたと思ってたらショートヘアグラスに置き換わってたレベルです。正直先ほどの映像より綺麗に見えるのは苔がたなびいているからでしょうか。はびこった苔が逆に汚い部分を隠してくれているおかげで、なんとなくマシに見えてきました。そんな感じでいい塩梅に衰退の一途をたどってるこの水槽、立ち上げから1年を目前に迷走しきっています。こうなってくるともはや手の施しようがないように思いますよね。油膜が取れなくなってきたからサーフェイス隙間の隙間部分だけピッカピカにしてるのも、自分のこのレイアウト水槽を維持するモチベーションを物語っているようです。果たしてこの水槽はどこに向かっていくのでしょうか。今後が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。